ギャルとハーフを掛け合わせてみました。カラフルがすごく大好きなので、どれだけ何色顔に入れられるかっていう感じでやってみたんですけど、いろんな色を詰め込んでみました。どうもー、ブラックダイヤモンドのルナです。普段は渋谷のガングロカフェで働いています。今回は普段から私がやっているメイクを紹介します。テーマはカラフルハーフギャルメイクです。それではどうぞ。カラコンはトゥインクルアイズのスカイグレーっていうのを使っていて、これがめちゃめちゃ発色が良くて、で縁がありすぎるとちょっとハーフっぽくなくなっちゃうんで、縁が薄いやつを選んでこのカラコンを使っています。私が二重幅を広げるのに使っているのがこのちっちゃい絆創膏を切ったやつなんですけど、もともと二重なので、ここからもっと広げるのだとアイテープとかだとうまくならないんで、この100均で売ってる透明の絆創膏を横で切って、でこれを貼って使っています。綺麗には思いっきり食い込ませてからちょっと上を向くみたいな、上を向いてもっと食い込ませて、もう思いっきりグイっていう感じでやって、若干眼球痛いぐらいやるとだいたいうまくいきます。絆創膏の切ったやつを貼ってから、それからファンデとかを塗るので、それが取れないように端っこをこの D アップのつけまのりで補強をしてくっつけます。ベースの化粧下地用に使っているのはこのケイトのウォーターインオイル BB の4番のやつを使っているんですけど、これが安いんですけど、値段の割には結構カバー力があって毛穴とか隠れて、しかも色が白っぽいやつが多いんですけど、これは割と他のに比べると若干濃いめなので、黒肌の私の肌にも合うかなと思って使っています。ファンデーションで使っているのがこのチャコットの動乱で S の10っていうやつなんですけど、黒っぽい色で赤みのある色が嫌いなので、自分の体の色とそこまで差のない色がこれだったので、いつもこれを使っています。ベースの最後で使っているのがこのチャコットのフィニッシングパウダーというやつで、一番濃い色のやつなんですけど、普通だったらパフでこうやってトントントンってやるんですけど、時間かかったりとかムラができちゃったり私の場合するので、いつもブラシで粉を取って全体的に振りまくっていう感じでやった方が、私的には時短にもなるしムラにもならないで綺麗に粉が全体的に行き渡るので、いつもそうやってやってます。これがドリーウィンククリームアイシャドウ1番のゴールドなんですけど、二重幅には塗らず、二重幅の上から眉毛の上までを全体的に塗って、目頭側はあんまり塗らないで真ん中から目尻側にかけて全体的に塗っていってます。でこれがレブロンカラーステイクリームアイシャドウの、バニラなんですけど、白いシャドウだと発色悪いやつとかが結構あるんですけど、パールとかも入ってて、でしかもクリームシャドウなんで発色もすごいいいし持ちもいいんで、いつもこれを二重幅の部分と目頭のところに塗っています。これがキャンメイクアイニュアンスというやつで3色入っていて、でこれのピンクを眉毛の下を若干開けて、で二重幅にも塗らず、そこの間にいつも塗っています。この涙袋の部分の目頭は塗らずに真ん中から目尻にかけて、ここはクリームシャドウを塗った上に塗っています。これは資生堂のビューラーなんですけど、ネットで調べたらこれが一番いいっていうのが書いてあったので、これをずっと使っているんですけど、結構逆さまつげで上がりづらかったりするんですけど、目頭側とかも上がるのでおすすめです。いつも使ってます。このマスカラが塗るつけまつげデジャビュファイバーウィッグエクストラロングピュアブラックというやつで、めっちゃ古いんですけど結構綺麗になって、塗るつけまつげってだけあって他のマスカラよりはやっぱりグーンってなるかなっていうのがあるんで、これを愛用してます。で私が上のつ
けまつげで使っているのがアイラッシュバリューパックというやつなんですけど、それの44番かな。でこれ結構誰でも合うような感じで、あんま束感なくて細い束みたいになってて、でこれをいつもつける前に真ん中から目頭側にかけてビューラーで上げて、で普通につけた時に目頭から真ん中にかけてちゃんとつけまが上がっているようにしてビューラーで上げています。でこれの上に私は他の赤いポイントのつけまつげを重ねてつけています。下のつけまつげで使っているのがアイラッシュコレクションの8番っていうやつで、ストレートな感じであんま束感ないやつなので結構誰にでも合うような感じなんですけど、これも自然な感じでつけられるので、派手なメイクの人から薄いメイクの人まで誰にでも合う感じになっていて、束感あるやつだとあんまり私似合わないんですけど、これだとおかしくはならないのでこれをいつも愛用しています。つけまのりに使っているのが D アップのこのつけまのりなんですけど、やっぱいろんなやつ結構試したんですけど、これが一番外れなくてくっつきやすかったので、もうずっと何年もこれを愛用しています。でアイライナーにはこのラブライナーのブラックを使っているんですけど、私は目頭のところを自分の目に合わせて見てみて、平行になる感じに描いているので、下すぎても横すぎてもおかしいんで、ちゃんと斜めぐらいになるように描いています。であとは目尻のところも結構跳ねさせて描いていて、普通の人だったら目の上全部塗りつぶすっていうかこのライン描くんですけど、私はあえて描いてなくて、なるべく二重幅を広く見せようっていうメイクをしてるので、あえて上はラインで引かずに、でこっちの目頭側も引かずに、目頭のこのラインと目尻のこの跳ね上げのラインだけを描いています。で私がダブルラインで使っているのがこのレブロンの黒いシャドウなんですけど、これ多分めちゃめちゃ古いやつなんでもう売ってないんですけど、多分黒いシャドウだったら何でも大丈夫なんで、がっつりめに引いてあるのでやってみてください。アイテープの上作った線のところに描いています。おかしくならない程度に二重幅のところを白く塗っちゃってるんで、その白いシャドウの上に描いてます。でコンシーラーに使っているのがこのキャンメイクのカラースティック1番なんですけど、これを鼻筋と外側の眉毛の下のところにちょっと塗ってそれぞれぼかしていて、この眉毛の間のちょっと上あたりまでちょっと白くなっているんですけど、そこまではやらずに眉間の真ん中あたりから鼻まで引いて、それを上に若干ぼかしてって、で全体的にちょっとずつぼかしてっていう風にやっていて、でも眉毛の下のところは目立たないぐらいまでぼかしちゃってます。キャンメイクのコンシーラーを塗ったところにこのキャンディードールのパウダーを塗っているんですけど、これも多分パッケージがめちゃめちゃ古いんですけど、変わっちゃってるんですけど多分あるので、これも結構若干紫がかっていて使いやすくて、普通に白くなってぼかしとかもいい感じになるのでいつも使っています。次にノーズシャドウと涙袋の線とシェーディングに使ったのがこのチャコットフォープロフェッショナルズメイクアップカラーバリエーションチョコレートブラウンなんですけど、これもう結構だいぶ黒いんで、私のこの肌でもつけすぎちゃうとすごい浮いちゃうので、一回一回使うごとにトントントンぐらいしかつけてなくて、それでもこのノーズシャドウも眉毛の真ん中の下のあたりからシャーってシューって塗っていく感じで、涙袋の線も私は濃いめに描いちゃってます。シェーディングなんですけど、肌もより黒くなってほしいなっていう感じもあるので、顔の半分ぐらいまでこうシャーって塗っちゃっていて、であとおでこもそれぞれ塗っています。次に私がブルーのライン引いてるのが
このメイベリンのカラーショーライナートロピカルスカイブルーっていうやつで、見た感じは結構水色で薄いのかなと思いきや発色が良くて、私はいつも目の真ん中あたりからさっき引いた黒いラインの上に合わせて引いているんですけど、だいぶカラフルな感じに華やかになるので評判もいいのでおすすめです。で、私がアイブロウで使っているのがこのメイベリンファッションブロウパウダーチップ、黄色みのある明るい茶色っていう色なんですけど、もともと眉毛あるっていうのもあるんですけど、ペンで描くとちょっと描いてる感があって、それがあんま好きじゃないので、このパウダーのやつを元の自分の眉毛と、あと若干自分の眉毛の下ら辺にこうやって描いてってやると、これだとあんまり描いてる感ないので自然な眉毛になっていつも使っています。で、私が眉マスカラに使っているのがキスミヘビーローテーションカラーリングアイブロウの3番アッシュブラウンっていう色です。ミルクティーっぽい感じの色で、これやるのとやらないのじゃ違うので、どんな髪色にしてもどんなメイクの時もいつもこれを使っています。で、チークに使ったのがこのチャコットフォープロフェッショナルズメイクアップカラーバリエーションフレームポピーっていう色で、最近だとチークの色がピンク系とかあんまり発色のいいやつとか私的にはあんまないんですけど、ピンクとかばっかでオレンジ系が好きなので、でもなかなかないんですけど、でもこれは発色もいいし、もう本当にオレンジっていう感じなので、しかもこれもシャドウとかにも使えたりするのですごい便利でいつも使っています。塗る位置は目の下あたりから斜め上っていう感じでシャッて塗っています。グロスとかを塗る前にいつもこのリップを塗っているんですけど、でこれがすごい可愛くて3色になっていて、普通に可愛くて買って、でシャーって塗ったら3色になるのかと思ってたんですけど、これがほとんど色がつかなかったので今は普通にこのリップとして使っています。で、私がリップカラーで使っているのがこの MAC のレトロマットリキッドリップカラーリコレクションっていうやつなんですけど、でこれがすごいマットになるやつなので、すごい食事とかしても全然取れなくてすごいおすすめなのと、あとやっぱこういう紫色ってなかなかなくて、しかも発色もめちゃめちゃいいので、人と被りたくない人とかにはすごいおすすめです。仕上げのリップで使っているのがこの DODO ホログラムリップ&アイカラーっていうやつで、これがブルーのグリッターみたいになっていて、これだけでつけるとなんか変だなっていう感じなんですけど、この紫のリップとすごい相性が良くて、紫ブルー上みたいななんかグリッターでもうすごいキラッキラになって、ツヤ感も全然違うんで、グリッターのやつだとやっぱ紫と青って口の色だとあんまりない色なんで、人と被りたくないっていうのもあってこれをいつも使っています。今回は私が普段からやっているカラフルハーフギャルメイクをやってみました。で、カラフルがすごく大好きなので、どれだけ何色顔に入れられるかっていう感じでやってみたんですけど、一応目の上はピンクでラインも青いの引いて、でつけまの目地側にも赤を入れて、で口にも紫を入れて、であとチークはオレンジでっていう感じでいろんな色を詰め込んでみました。なおかつギャルメイクでもあるように、つけまとかもいろいろラインの太さとかも、全体的に濃いめにして白いラインとかも入れて、であと肌も黒くしてっていう感じでギャルとハーフを掛け合わせてみました。他のメイク動画もいっぱいあるので、よかったらチャンネル登録お願いします。Twitter もやっと先月始めたばっかで、まだあんまり投稿とかそのツイートとかもあんま多くはないんですけど、いろいろガングロカフェのこととかいろんなプライベートのこととかもいろいろツイートしていくので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。